างการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษหรือ Special Tourist Visa หรือ STV นะคะตามที่こんにちは、大輔です。今現在観光客としての渡航、アジア圏、オセアニアについては一つも選択肢ってない状況ですよね。そんな中、この状況から位置抜けをしようとしている国があるわけなんですよ。アジア圏意外と近くにという話ですね。今日はそんなね、話なんですけど、その前に一度考えてみましょう。単にですね、観光客を受け入れ開始といったら恐ろしいことが2つ起きると思うんですよね。これは誰にでも想像がつくことだと思いますけど、皆さん何だと思われますでしょうか。一つ目は海外からの人の往来に伴ってまた感染者が増えてしまうんじゃないかっていう恐怖ですよね。もう一つは今渡航をしたくても我慢を強いられている方っていうのは世界中に5万といるわけでして、そういう方が一気に押し寄せるリスクっていうのがあるんじゃないかと思うわけです。オペレーションが回らなくなりますし、渡航者にとってもどこもかしこも長い行列ということが懸念されますよね。この2つの懸念を払拭しつつも観光再開をする、一見するとですね、現時点におけるベストな案に見えるのかもしれないんですけど、このね、策が出てきているんですよ。その名も特別観光ビザ。これはパワーワードじゃないでしょうか。2020年9月も終わりに差し掛かろうとしている現在、パンデミックから約半年が過ぎた今、この特別観光ビザという言葉には底知れぬパワーを感じたそこのあなた。はい、そうですよ。そこのあなた。仲間ですね。僕と。ちょっと何言ってるかわかんないですけど、本日はですね、観光での移動がほぼ不可能なアジア圏で早い段階で観光移動ができる方法をお伝えしますけども、こちらは万能ではないっていう点に関しても一緒にね、お伝えしていければと思います。この先で予定されていく渡航緩和の先取り的な情報になろうかと思います。ぜひ最後までご覧ください。本日のラインナップはこちら。1、特別観光ビザ、タイモデルの詳細に迫る。2、スペシャルオプション。これはいいと。3、日本が取り入れる可能性。こちらのね、3本でいきたいと思います。本チャンネルでは世界各国の渡航緩和の最新状況をお伝えしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をお勧めさせていただきます。それでは早速参りましょう。1、特別観光ビザ、タイモデルの詳細に迫る。この特別観光ビザなんですけど、現地ではスペシャルツーリストビザということで、略称 STB と呼ばれているようなんですね。90日間の滞在が可能。申請料金は2000バーツ、日本円で7000円弱ですね。ビザは2度延長できるみたいです。合計270日間の滞在が可能ということで、最低滞在日数は30日となっていますね。旅行保険の加入ですとか、銀行口座に一定額の預金が必要ということです。タイ到着時には政府指定の設備で14日間の隔離が必要。隔離検疫の間、2度の検査を実施するみたいですね。検疫後のホテル予約、もしくはコンドミニアム所有のね、証明が必要ということです。結構条件厳しめですよね。観光とは言ってもですよ、3泊4日の旅とか、含まれない状況ですので、あくまでもね、1ヶ月以上滞在するような長期滞在者向けということですよね。ノマドワーカーですとか、リタイア後の方に関してはもってこいのプランだとは思いますけど、まだね、なかなかハードルは高そうです。特にホテル予約、賃貸契約、コンドミニアム所有権などで長期滞在であることを証明する必要がある点なんかは、友人宅に転がり込む的なケース、どうなるのかっていうのは気になりますよね。これが受け入れられるのかどうか。でも僕のケースにおいては、もしこれがですね、フィリピンで施行されたら、使ってみたいなとも思うわけです。サラリーマンなのにね、これどうやってこれ切り抜けるのかは、正直ノープランなんですけど、気持ちだけはありますということで、次の話題行きましょう。2、スペシャルオプション。これはいいというね、
とにかく何が辛いかっていうと、入国後の隔離を待って過ごす必要があるという点じゃないでしょうか。どこにも出かけられない。特に我々は現地の皆さんからすれば外国人ということなので、信用力もさほど高くないわけなんですよね。もし自分が渡航をしていたら、日本の皆さんを代表して模範的な行動をとっていきたいわけでもあるんですよね。こんなことを思いながら発見したニュースがこちらになります。タイでの14日間の隔離検疫中、マッサージやスパへの訪問を可能にする計画が浮上。このことをウェルネス検疫というみたいですね。またもや出ました、このパワーワード。特別観光ビザに続きまして、ウェルネス検疫ですよ。すみません。ちょっとね、この丸2の話題についてはネタみたいなところも含まれてますけど、ここから考察できることは以下の2点ではないでしょうか。タイは何とかして観光産業に人を呼び込みたい、その姿勢が見えるということですね。もう一つは富裕層が対象のスキームという点ですよね。少数で経済効果があるところから段階的に緩和を進めていく流れを作ろうとしているということが言えるんじゃないでしょうか。今回の特別観光ビザで想定するのはですね、最初の週1から3のチャーター便のようなんですね。1ヶ月あたりの最大渡航者はですね、1200名の観光客にアクセスを許可するということを想定しているようでして、状況が良ければですね、政府としては将来こちらの数を増やしていくということらしいんですよ。でもね、これだけではもちろん圧倒的に以前と比べてごく少数の方しか渡航ができないわけで、特別観光ビザと言いつつもね、ここで準備運動をしつつ少しずつ緩和をしていくっていう道を真剣に考えているのかもしれませんよね。おなじみのタイ観光スポーツ庁のピパット大臣なんですけど、彼がですね、9月24日に発した情報によりますと、特別観光ビザの外国人観光客による感染増がなければですね、11月半ばからは入国後の隔離期間14日間から7日間に短縮していこうねという方針だと明らかにしたようなんですね。隔離期間が短くなってさらにマッサージオプション付きだったらですね、これ悪い話じゃないかもしれませんよね。皆さんどうでしょうか。なぜここまでしてタイ政府が観光復活を急いでいるのかっていう話、気になりますよね。なんでもタイ政府観光庁はですね、ワクチンが開発されて海外旅行の制限が解除されることが前提なんですけど、2021年の海外旅行者数2080万人と予測しているようなんですよね。2019年には約4000万人の外国人観光客がタイを訪れたということになりますので、パンデミック前の5割までは回復するんじゃないかというね、予測をしているっていうことなんですけど、どうなんでしょうかね、これ。それでは次参りましょう。3、日本が取り入れる可能性。これをね、考えていきたいと思います。これは僕の感触を述べる形にはなるんですけど、自分としてはですね、これに近い対策、日本政府が取り入れる可能性、それなりにあるんじゃないかなと思うわけなんです。理由は先日の動画でも述べた話なんですけど、2つありますね。一つ目は PCR 検査ですとか抗原検査の精度っていうのは 100% ではないので、陽性者で、本来であればですね、治療と隔離が必要な方であったとしても取りこぼしがあるかもしれないということなんですよね。この場合、入国後の2週間隔離の徹底というのはこれ有効な対策として考えられるわけだからなんです。この方針というのは厚生労働省がはっきりコメントをしています。ですので、この隔離をなくしたとしても実効再生産数こちらが上がらないというデータ根拠が集まってきた後に解除になることとは思いますけども、現段階では隔離措置をですね前提とした受け入れっていうことであれば、ある程度ね理にかなっていると考えられるからなんですね。もう一つは緩和を発表した時にですね、ビザ申請、こちらがですね、待ち行列になってしまうかもしれないという、こういうリスクなんですよね。これはビザ申請の手続きのみの話ではなくて、飛行機のチケットの取得が困難になったりですとか、公共交通機関ですとか、宿泊施設の確保、突然のね、インバウンド需要回復となった場合に、耐えられなくなるというリスクも挙げられます。みんなね、もちろん以前のように、すぐに回復してほしいとは思うんでしょうけど、ここ半年でですね、失った筋肉っていうのは、すぐに復活はしないわけなんですよね。なので、準備運動をしながら、少しずつキャパシティを広げていって、最終的には以前の水準に戻すというですね、段階的な考え方に至るわけなんですね。これはですね、長いステップが必要なわけでして、一つずつね、市場とマーケットとコンセンサスを取りながら進めていくっていうことになるでしょうから、観光ビザをいきなり受け付けるっていうわけではなくて、その手前で今回お話ししたようなですね、特別観光
ビザのような制度、こちらを敷いていくことになるんじゃないかと思います。まずは渡航者を絞ってみて、そこから段階的に入国キャパシティを広げていくっていう、そういう作戦ですよね。個人的には理にかなってるんじゃないかと思いました。本日は以上になります。なんとかですね、日本だけじゃなくてフィリピン政府もね、この制度の導入考えていただきたいところですが、どうなんでしょうか。今はですね、月末のドゥテルテ大統領の判断が GCQ のままなのか MGCQ に緩和されるのか、そこでね皆さんの興味が集中してるでしょうから、まずはそこを見守りつつ、中長期での観光再開どういうステップになっていくのか、もちろんタイもね、タイの経過も見ながら、日本そしてフィリピン、そして他の国々も見ていきたい、注目していきたいと思います。それでは皆さん良い週末をお過ごしください。大輔でした。Say hi first. Say hi. How is it? How is it? Ah, by the way, it's like a good view, Dyson. Like the sunset.